腸骨の出っ張った部分と大腿骨の張り出した部分、これを大天子というのですが、この部分を結んでみるとちょうど台形のような形になるんですよね。また下からかかとの位置の半分くらいのところに膝の下の部分がきます。女性はウエストから腰にかけて丸く広がったシルエットになっているのに対して、男性の場合ウエストから腰にかけて広がりがなく直線的なシルエットになっていることがわかります。つまり内股気味に見えるのが特徴となります。一方男性の場合、骨盤の幅が狭く大腿骨頸部も短いため、大天子から膝下までの足の角度があまりつかないのが特徴です。女性は腰の台形の幅が広く、足の角度は膝に向けて強くなります。男性の場合は腰の台形は箱型に近くなり、足の角度は女性よりは弱い角度となります。ということで、まずは実際の人物の写真を使って簡単クロッキーレベル1の足の描き方を当てはめていってみましょう。今回はこちら、ホビージャパン様よりご提供いただきました男の筋肉描き分けポーズ集より画像を使わせていただきました。こちらの男性に簡単クロッキーレベル1の書き方を当てはめていってみたいと思います。まず腰回りですが、おそらくこんな感じで骨盤があると思いますので、目印となる部分、腸骨の出っ張り、大腿骨の大天子の部分に当たりをつけて、それを線で結びます。するとこのような台形型になりましたね。そして膝の位置に当たりをつけたら、台形の下の角の部分から足のラインを描いていきます。この時、太ももの外側の線を描いているような意識で描くと描きやすいかと思います。次にすねの部分ですが、こちらは膝の中央からまっすぐに線を下ろしていきます。最後に足の部分ですが、簡単クロッキーレベル1では複雑に考えず大まかな台形の塊として捉えておきましょう。実際の人物に当てはめて描くとこんな感じになります。今度は後ろ姿で描いてみましょう。先ほどと同様に目印となる4箇所を見つけて台形を描いていきます。膝の位置に当たりを取って台形の下の角から膝に向かって太ももの線を引きます。膝から下は中央にまっすぐ線を下ろす感じで描いて、足の部分は大まかな塊で描いておきましょう。こんな感じになりましたね。続いて斜めから見た場合を検証していきます。レベル1では単純化と比率にフォーカスしてあえて平面的な捉え方で描いているので、斜めのポーズはレベル2からなんですけど、参考までにやっていきたいと思います。斜めから見た場合は腰の台形をこんな感じで立体的に捉えます。足の付け根は大天子と呼ばれる大腿骨の出っ張りの部分ですので、この辺となります。膝の位置に当たりを描いたら、膝に向かって線を引きます。すねの部分は中心部分にまっすぐ線を引いて、足は大まかな塊で描いておきます。こんな感じに描けました。斜めから見た場合、どうしても立体の考え方が必要になってくるんですけど、立体の描き方に関してはレベル2でお話ししていきたいと思います。それでは簡単クロッキーレベル1の描き方でいろいろなポーズを描いていってみましょう。とはいえいきなり複雑なポーズを描くのは難しいと思いますので、簡単な立ちポーズで下半身だけにフォーカスしていくつか描いていきたいと思います。皆さんもよろしければ一緒に描いてみてください。まず腰の台形を描いてみましょう。次に台形の下端から太ももの線を描いて膝を描きます。反対側も同様に描けたらすねの部分と足の塊をこんな感じで描いてあげれば完成です。これを元に足のディテールを描き足していきます。これに関してはできる人だけで構いませんので、もしよかったら真似して描いてみてください。こんな感じに描き上がりました。もう一人描いてみましょう。まず腰の台形を描いたら、次に台形の下端から太ももの線を描いて膝を描きます。あとはすねの部分と足の塊をこんな感じで描いてあげれば完成です。こちらもディテールを描き足していきます。
こんな感じに仕上がりました。もう一人描いてみましょう。まず腰の台形を描いたら、次に台形の下端から太ももの線を描いて膝を描きます。膝の中央から下にすねの部分の線を引いて、足の塊をこんな感じで描いてあげれば完成です。こちらもディテールを足してみましょう。こんな感じに仕上がりましたね。最後にもう一人描いてみましょう。まず腰の台形を描いたら、次に太もものラインを描いていくんですが、足が前後にクロスしている場合は、片方ずつ足を描き上げてしまった方が簡単かもしれません。こちらもディテールを描いてみます。こんな感じに描き上がりました。それでは最後にここまでのおさらいとして簡単クロッキーレベル1の描き方で全身ポーズを描いてみましょう。上半身の描き方や腕の描き方に関してはチャンネルの再生リストから簡単クロッキーシリーズの動画を見てみてください。ここでは先ほど同様基本の立ちポーズで全身を描いていきたいと思います。まずは頭の位置と股下の位置を決めて体の流れの線、アクションラインを描いたらそれを頭身に合わせて分割します。頭を簡単な形で描いたら胸郭の部分と腰の部分を台形の形で描いて胴体をつないで足の付け根の目印となるパンツのラインを描いておきます。台形の下端から足を足してあげて膝を描いたらすねを描いて足は簡単な塊で描いておきます。反対の足も同様に描いたら腕を描いてあげれば簡単クロッキーレベル1の素体の完成です。この素体をもとにディテールを描き足してみましょう。今回はディテールの下書きを描かずにいきなり線画を描いていってしまっていますが、簡単クロッキーである程度バランスをとって大まかな当たりを描いているので、慣れてくるとこの素体からはみ出さないように意識するだけでも簡単なものなら下書きなしでディテールが描けるようになってくるんですよね。とはいえ、これはかなり難しいと思いますので、初心者の方の場合は必ず段階を踏んで描くようにしてください。ということで、こんな感じに描けましたね。もう一人描いてみましょう。今度は頭から足先までの大きさを先に決めます。股下の位置を決めてアクションラインを描いたら、頭身の目印を描いて頭を単純な形で描きます。胸郭の立体と腰の立体を描いたら、パンツのラインを描いてあげて、足の付け根の位置から足の線を描いていきます。反対の足も同様に描いたら、あとは腕を描き足してあげれば素体の完成です。さっきは描かなかったんですが、顔の向きは素体に描いておいた方がいいかもしれませんね。ということで、こちらも先ほど同様ディテールを描き足していってみましょう。顔に関しては本当はちゃんと当たりを描いておいた方がいいんですけど、今回は手癖で描いてしまっていますね。髪型もある程度自分の中にあるパターンから描いています。体の描き方に関しても、たくさん描いているうちに自分の中である程度パターンというか型みたいなものができてくるので、素体の部分でしっかりとポーズのバランスが取れてさえいれば、それに合わせてパターンを当てはめていくだけ、みたいな感じで描けちゃう部分もあるんですよね。ということで、こんな感じに出来上がりました。もう一人描いてみましょう。まずは頭の位置と股下の位置。足先の位置を決めてアクションラインを描いていきます。書く順番に関してはポーズに合わせて臨機応変に変えていくようにしてください。頭身に合わせてアクションラインを分割したら頭を単純な形で描いておきます。この時点で顔の向きも決めておきましょう。胸郭と腰を単純な塊で描いていくのですが、今回のポーズは少し前かがみのポーズとなるので立体の描き方が必要になってくると思います。足に関しては単純な一本線で描いていきます。反対側の足も同様に描いてあげて、あとは腕を描き足してあげれば素体の完成です。こちらもディテールアップしていきましょう。顔周りに関しては手癖で描いちゃっているんですが、ポーズに関しては Pinterest というサイトを使って参考になりそうなものを探しています。Pinterest に関しては知っている方も多いと思いますが、検索ワードを入力すればいろいろな写真素材が出てくるので、とても使い勝手がいいんですよね。検索して出てくる写真をそのまま使うのはもちろん NG なんですけど、
ポーズの参考を探す分には非常に便利なサイトなんですよね。このポーズも Pinterest で出てきた写真のポーズを参考にしているので、元の写真を見たことがあるという人もいるのではないでしょうか。バニーガールなので耳をかき足してあげましょう。ということで、こちらも書き上がりました。最後にもう一人書いてみたいと思います。頭の位置からアクションラインと股下の線を書いて、今度は足のラインを先に決めちゃいます。頭身に合わせて分割線を書いたら、頭を単純な形で書きます。胸郭の台形と腰の台形を書いたら、今度は後ろ姿なので、お尻のシルエットを書いておきます。膝の位置のあたりを書いておいてあげて、あとは腕ですが、場合によってはこんな感じで手の位置を先に書くと書きやすいと思います。ということで、こちらもディテールアップしていきましょう。顔などの細かい部分を書くときってデジタル作業になってからはついつい紙を拡大して書いちゃいがちなんですけど、皆さんはいかがでしょうか？僕の場合、画面を見てもらえばわかるんですけど、結構ズームして書いちゃうんですよね。でも素体の下書きがあるおかげで拡大して細かい部分を書いていても意外と全身のバランスが崩れないんです。ですので、ついつい拡大して書いちゃう癖があって全身のバランスが崩れてしまうというようなことで困っている人は、こんな感じの簡単なものでいいので、まずは全身のバランスを意識した素体を下に置いて書いてみてほしいと思います。ということで、こちらも完成です。いかがでしたでしょうか？今回は簡単クロッキーレベル1チャプター3実践編ということでお送りしてきました。足を描くのってバランスが取りにくいので苦手意識を持っている人が多いと思うんですけど、まずは単純な線でバランスを意識した素体を描く練習をしてみてください。次回は簡単クロッキーレベル1上級編ということで、座ったポーズなど少し複雑なポーズの描き方について実演してみたいと思います。ここで重要なお知らせ。定期的にやっているお絵描きライブ配信では、こんな感じで一度にもっとたくさんのキャラクターを描いていますので、よかったらチャンネル登録をしてライブ配信もチェックしてみてください。また、ライブ配信で描いた絵は下書きと線画をセットにしてブースにて販売しております。ライブ配信で描いた絵をもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてクリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。